皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画はまだまだ収束のめどが立たない中東情勢について情報をシェアしていこうと思います。今後の世界はどうなっていくのかという問いに関しては、旧約聖書の記述から言えば行き着くところまで行くというのが答えとなるのではないでしょうか。そうなった場合、日本が無傷でいられるはずもありません。ガザ地区は廃墟となっているにもかかわらず止まらない攻撃の背景にあるのは、今後まだ中東情勢は荒れるということであり、警戒を強めておく必要があると考えます。ガザで起きていること、その攻撃をしているイスラエル政権、世界の反応などを知ることで明日は我が身であるという現実を理解する必要があります。最近報道されているガザ地区の停戦合意の実現を切に願いますが、果たして現実になるのでしょうか。この動画を最後まで見ることで、新たに迎える2025年という年はどのような状況になるかの考察にお役立ていただけると思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、中東情勢に関しては、日々起きていることだけを見ていると非常にややこしい状況だと考えてしまいますが、旧約聖書に記述された予言から紐解いていくと、一本筋が通って理解が進むと思います。と同時に中東情勢はこのまま世論の期待通りに停戦に向かうとは考えられないということも理解できます。そうです。いつもの中東情勢の混乱とは大きく違っているのです。最悪の終末戦争に向かうきっかけは何でしょうか。おそらくロシアによるイスラエル侵攻であると思います。私たちが忘れてはならないのは、世界では旧約聖書の内容を理解している人が多く存在しているということです。イスラエルのネタニヤフも、ロシアのプーチン大統領もそうですし、トランプアメリカ大統領も同様です。そしてろくでもない輩たちもよく知っています。その上でそれぞれの立場でそれぞれの思惑が絡んで世界は混乱しているわけですが、世界大戦の勃発はロシアのイスラエル侵攻から始まると言われている中で、直近のロシアの動きはシリアからの撤退報道です。このことをロシアがそそくさと撤退を始めたという報道もありますが、プーチン大統領はロシアによるイスラエル侵攻がその後のロシア崩壊につながることを理解していて、今現在の状況に危機感を感じたのではないかとの見方もあります。一方で今現在のガザの一般市民にどんなことが起きているかご存知でしょうか。今でも続くイスラエルによるガザ攻撃は、もうこれ以上瓦礫の山化した町のどこを破壊しようとしているのかと思うほど執拗な攻撃に驚くばかりです。廃墟になった町にさらなるミサイル攻撃のターゲットは明らかに非戦闘員である一般市民です。これは戦争犯罪であることは言うまでもなく、今までイスラエルを擁護していた国もさすがに自国内の反対デモが激しくなる中で、従来通りに擁護するという動きはできないという状況です。そんな中、恐ろしい情報が入ってきました。廃墟と化した町に撃ち込んでいるミサイルにはダイムと呼ばれる弾薬を使ったミサイルが撃ち込まれています。このダイムという弾薬が子供の手足を切断することになる負傷を負わせているのです。報道によるとその数4000人以上です。なぜ手足を切断しなければならないかというと、弾薬の中に数ミリ程度のタングステンという金属が数千個仕込まれていて、それが爆発すると幼く小さな子供の体に無数の金属片がめり込むことになります。タングステンは重金属の部類に入るもので、それが体の中に残ったままでは重金属の毒性による弊害が出るわけで、しかし体にめり込んだ無数の金属片を取り除くことができないため、やむなく手足の切断ということになっているのです。つまりこの兵器は散弾銃のようなもので、体から除去できないほど無数の金属がめり込んでしまうのです。爆弾の効果は爆風圧と弾殻破片に大別されるそうで、機外半径は爆風圧よりも弾殻破片の方が遠くまで届きます。よって爆弾による被害を大きくしないためには、その弾を形作る外枠をカーボン製にして、爆発時には燃え尽きるようにして実現しているそうです。そこでダイムは単に爆風圧のみでは打撃力が少なくなりすぎて困るので、金属粉末を入れることによって限定された狭い範囲で打撃力を保ちつつ、遠くまでは打撃を及ぼさないという特徴を持った兵器だそうです。その金属片にタングステンという重金属を使用した理由は、爆発時に燃えにくいからです。以上のことから、機外半径の小さなダイムによる攻撃は死傷者数を確実に減らします。ただしダイムの攻撃を生き残った人は、治療が困難な重金属の粉末が体内に残ることになります。そこで驚きなのは、兵器を製造する側の理論では、
人道目的で開発されたダイムを非人道兵器だと糾弾して使用を止めさせた場合は死傷者数が確実に増えることになり、仮に治療困難な傷が非人道的であるとしても確実に死ぬのと比べてどちらがマシなのかというわけです。こんな理論を正当化する前に、そもそも金儲けのために引き起こされた戦争に大義などあるはずもなく、ましてや兵器の開発も同様です。異常すぎです。本当にひどい話なのですが、現実として起きていることです。こんなことができるのはやはりユダヤ教の経典となっているタルムードによるものだと思います。タルムードについてはこのチャンネルで何度か触れていますが、ユダヤ教徒以外は人間ではないから何をしても良いという悪魔的な教えになっており、人の命を奪うことに何のためらいもないということです。前の動画で、現在のイスラエル政権を構成しているシオニストというのは、スファラディユダヤ人ではなく、アシュケナージユダヤ人であるという話をしました。ちなみに世界金融資本家やグローバリスト、ネオコンなども同様にアシュケナージユダヤ人です。この2つのユダヤ人の違いは何かというと、スファラディユダヤ人は旧約聖書に記載されているアブラハムの子孫であり、造物主との契約によって約束の地カナンを与えられて現在のパレスチナに住んでいます。紛争の絶えないあの地域から逃げることなく住み続けているのは、造物主との契約のもとにそうしているのであって、与えられている苦難は殉教であるという宗教観から来ています。つまりスファラディユダヤ人というのは血統的なユダヤ人であって、アシュケナージユダヤ人というのはユダヤ教に改宗した人たちを指しています。パレスチナに住むアラブ人もアブラハムの血統であることも重要なポイントです。というのは、イスラエルのネタニヤフ首相が執拗にパレスチナのガザ地区に攻撃を続けるのは血統的にアブラハムの子孫である正統ユダヤ人、イスラム教徒でありアブラハムの子孫であるアラブ人を殲滅させるのが目的だからです。その発想の根底には、ユダヤ教の聖典であるタルムードがあります。タルムードにはユダヤ教以外は人間ではなく何をしても構わないという教えになっていることで世界中に悲劇が起きています。ついでに言えば、アブラハムの子孫12氏族が世界中で一番多く住んでいるのが日本であるということから、先の大戦で落とされた原爆、毒ガスから作られた抗がん剤、他国では使用禁止になっている食品添加物、世界初で使用されるレプリコンワクチンなどのありえないことが日本人を襲っていると私は考えています。医療の世界、科学の世界、経済の世界、政治の世界などの全てを牛耳っているのがアシュケナージユダヤ人であることを考えると納得できる出来事が多くあることにも気がつくと思います。ちなみに日本に原爆を落とすことを計画したのも、実行させたのも、もちろん作ったのもアシュケナージユダヤ人です。なぜそのようなことをするのかについては、造物主に背いた堕天使が自らが神になろうと考え、ことごとく旧約聖書に書かれた約束事と逆のことをしていると言っても良いと思います。その強力な恨みともいえる怨念が、正統ユダヤ人を根絶やしにするという恐ろしい発想だけでなく、実行されている原動力ということです。トランプ新大統領がイスラエルを擁護する傾向が強いのは、シオニストに組みしているのではなく、イスラエルにも存在する正統ユダヤ人と、アメリカでトランプの支援者であるキリスト教福音派への配慮だと私は考えています。決してガザや周辺国に対して非人道的な攻撃をしている現イスラエル政権を擁護しているわけではないと思いますし、事実トランプはガザ攻撃を非難しています。自分の身を守るために重要なことは、決して自分の価値観で物事を理解してはいけないということです。相手の価値観、宗教観はどのようなものなのか、そしてその国の歴史というものはどんな歩みをしてきたのかなどを理解しておく必要があります。そのことは今後日本国内で増えることが確実な外国移民者との関わり合いにおいて重要なマインド設定になると思います。このことは偏見でもなければヘイトでもありません。海に囲まれ平和に暮らすことができてきた日本人特有の無警戒さが今後大きな災いを受けることになるのではないかと思いますし、急いで覚醒しなければならないことだと思います。いかがだったでしょうか。ガザで起きている一般人、特に子供に起きている悲劇というのは、こうして日本に住んでいる私たちには実感として感じることは困難なことですが、とても直視できないようなことが起きていることは確実です。なぜそのような事態になっているかの原因を知ると、実は日本にも関係がないという話ではないことがわかります。中東の混乱によって石油や天然ガスなどのエネルギー供給に問題が出る可能性があるということはもちろんのことですが、なぜイスラエルがパレスチナを攻撃するのか、なぜイスラム教徒のアラブ人を目の敵にするのかの根本的な原因を知ること、理解することがこれからの混乱を予想して身を守るためには重要なこととなります。陸続きの国家が
他国からの侵略から身を守るために情報というものの重要性を早くから理解していたことで、そのまま今現在の優れた諜報活動力につながっていると思います。かつての日本人は鎖国中であった時でも海外からの情報収集に力を注いでいたことは歴史の事実から分かりますが、残念ながら今はスパイ天国と言われるような国になってしまったことだけでなく、他国からの工作員によって政治家や官僚がその手先になっているとしか思えないような事態になっています。 YouTube では話せない内容の動画はメディアブルで配信していますが、知っているのと知らないのとでは生きるか死ぬかの瀬戸際になるくらいの差が出てきてしまいます。ぜひ今後の混乱極まる2025年の日本を不安がるのではなく、あらゆるシナリオに対しての物理的な準備とマインド設定をして臨んでほしいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。またコメント欄へのご意見ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。